とうございました。ありがとうございます。はい、お願いします。お待ちください。はい、ありがとうございました。出ます。ありがとうございました。はい、お願いします。はい、すいません。ありがとうございます。お気をつけていただきます。違いました。お味噌汁くださはい。い。2ですね。オレチーズっていう期間限定メニューのチーズなんですけど、いろんなのをチーズをこう混ぜたりとかして火入れしてこう別途作ってるんです。自家製です。はい。これは前日の繰り越しのやつです。今日昼終わってからまた作ります。作った当日には絶対使わないんで、寝かしてから、はい、わざと一回冷凍するんですよ。出来たてって香辛料とかがとんがりあってこう馴染まないんで、冷凍することで、逆に一晩寝かせたみたいな感じで馴染むんですね。だから必ず一回冷凍させてからそれをあえて冷凍させてそれをまた解凍して火入れして使うっていう順番っていうか、そうしないと安定しないですね、味が。気軽にパッと食べていけるっていう、そのクイックってこう早くみたいな素早くみたいな感じじゃないですか。それですね、シンプルに。はい、もうすぐ後で来ますけど、嫁も一緒に働いてるんで、で結婚記念日が9月19日出してから、そこにしたんです。わかりやすいじゃないですか。わかりやすいですね。お願いします。牛と豚の合いびきです。これで今大体8キロちょっとあるんですけど、今だったら1日この1つぐらいで足りちゃいますね。コロナ前だったら倍ぐらいですね。はい。はい。
部位とか割合とかそういったのは全部決めてあるんで牛のどこの部分、豚のどこの部分が何割でどこの部分が何割とかまだ規模がないんで自分のところで引いてやるような段階ではないんで肉屋さんの方に、指定して、やってもらってます。うち専用で回して作ってもらってるんで、引く粗さとかもそうですけど全部細かく指定があるんでクイック用っていうふうに貼ってあるんですけど計量はしてで型を作ってこれによって大きさが一定になるじゃないですか。厚さももちろん同じグラムだから一定になるんでそうすると焼き時間がムラがなくなるんで例えば僕が焼いた時と違う人が焼いた時で、焼き加減にムラがあったりとかしたらダメじゃないですか。フランチャイズとか多店舗展開をやる前提でしてますんでどんな人でも同じような感じで焼き上がりのところが安定するようにっていうので型にしてます。新メニューとか作る時とかもそういうとこ考えなくちゃいけないんですよね。自分が作れればいいっていうんじゃなくてそうすると自分がもういない時っていうのはそのメニューが出せないとかっていうんじゃ成り立たないと思うんでそこが結構ポイントになってますね。メニュー作る時って極論アルバイトの高校生でも作れるようにはしてます。調理の部分でなるべく下準備とかのところでブレないようなレシピを考えてます。ハンバーグを焼くグリドルとかも電気グリドルにしてるんですけど、これもガスの方が立ち上げとかの時間がかかって温度もブレの幅が大きいんですね。電気にしてて何度っていうその温度設定をできるんでそうするとあとはタイマーで時間管理をすると厚さもあって鉄板の温度とグリドルの温度と時間があれば基本的にはそんなに大きくブレないんですよね。これが温度がブレブレ火とかねだと強火って言ってもその強火の感覚ってもう感覚になっちゃうじゃないですか。そうするとブレちゃうんですよ。中華もやってましたただあれはもう火力がやっぱり命だし加減とかっていうのももう感性になってますからね。タイマーで時間計って炒めるとかじゃないんでパラパラ加減が違かったりとか。17キロをメニューにしてるとこっていうのは多分っていうかうちしかないんでだから日本一の重量のメニューがある店ですよっていうでっかいですよここにありますけどこんなんでっかいです。2キロとかのチャレンジメニューっていうのはもともとやってたんですけど、もっと言うとここを始める前に僕札幌でハンバーグとカレーの店を立ち上げて、何店舗かやってたんですけど、その時からやってたんですよ2キロからこっち来て時に、店も名前も変わってますけどそこでまた始めたんですけどちょっと面白いのがあった方がいいかなと思ってやったのが最初なんですよね。本格的にいろいろなことをやり始めたのはコロナ禍になってからです。オフィス街なんでなおさら仕事でリモートワークとかが進んでいく中で、普通にやっててもこれはまずいなと思ってなんかやんなくちゃなっていうところからたまたまデカ盛りハンターさんっていうところで13キロのをやるっていう企画っていうかそういうの番組のやつが入ったのをきっかけでそういえばデカ盛りってうちやれるからこれきっかけでなんか面白いことできないかなと思ってそれからいろんなデカ盛りを作るようになってで大食い YouTuber さんがどんどん来ていただけるような大食いとかの界隈の方で知っていただけるようになってきてっていう感じですかね。それまでやってなかったんですけど通信販売っていうのを始めてそしたら YouTube とか見られててうちに興味を持っていただいたお客様が買ってくださったりするようになってありがたいことで。
僕は、仙台出身なんですけど、21人ぐらいから40人ぐらいまでいましたかね。飲食のコンサルとかやってたんですけど、こっち来て今これを同じような感じで結局やってたんですけど。オープンです。のれん分けとか進みたいなと。社員さんを募集して、別にうちでそのまま残って一緒に店会社を大きくしてもらうっていう方向でもいいんですけど、のれん分けでクイックをどっか違うところで出店して自分で店を持ちたいっていう人に修行じゃないけどノウハウとかをこう学んでもらっていうのも全然ありだなと思って。チェーン店のノウハウを持ってやってきたんで、こっちのとかこっちのとかっていう感じで、それを生かして、チェーン展開自分でしたいなと思ったのが始まりです。特徴武器がないとダメだなっていう、それの一つがデカモノです。昼のピーク前だけは片面をこう焼いて、ピーク前準備して、それしておかないと追っつかないんで半分で済むんで、これから出るって分かってる分しかしないですけどね。やっぱ店が狭いんで営業時間がやっぱすごく大事で、それが遅くなっちゃったら回転しなくなっちゃうじゃないですか。満席で入れなくてってお客さんがどうしても出てきちゃうんで、タイミング次第であと5分遅かったら早かったらで入れるっていっぱいあるんですよね。難しいですよね。いらっしゃいませ。はい。お願いします。味噌汁入ります。はいよ。いらっしゃいませ。はい。はい、お願いします。お待たせしました。はい、お願いします。待てよ。お待たせしました。ありがとうございます。はい。これはちょいでかつてちょっと一回ハマる。倍の大きさがあります。はい。はい。
ソース。はい。私行きます。はい。お願いします。お待たせしました。ありがとうございました。お願いします。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。出ます。お待たせしました。煮込みいきますね。はい。お気をつけてお召し上がりください。お待ちください。はいよ。お願いします。お願いします。いらっしゃいませ。はい、お願いします。チーズインストップです。いらっしゃいませ。ありがとうございました。提供お願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お願いします。提供です。ありがとうございます。レンジ入って。ありがとうございました。ソースお願い。はいよ。
テイクお願いします。はい。ハンバーグカレー。お味噌汁くださはーい。い。2ですね。ありがとうございました。はい。はい、すいません。ありがとうございます。お気をつけて伺います。伺いました。あ、もうどうぞ。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、わかりました。ご飯も普通で大丈夫ですかね。はい、わかりました。失礼します。いただきます。あと牛肩いきますね。失礼します。お願いします。お願いします。はい、失礼します。お待たせしました。すいません。ありがとうございます。お好みでおかけください。焼きのお失礼します。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。今から。はい。はい。はい。今焼いたハンバーグを粉々にして入れてます。ハンバーグカレーなんですけど、うちのハンバーグカレーに合うようにいろいろ混ぜてあります。
れはカレー用にするんです。なるほど。だからロスナイフです。焼いてから入れないと生のまんまで入れるとまた変わっちゃうんで。うちのカレーっていうのは飽きないカレーっていうのを目指してるんですよ。だから誕生日だったりとか特別な日に食べるようなカレーとかじゃなくて、何ヶ月に1回食べるとかじゃなくて、また明日も食べようみたいな、そういうカレーを目指してるっていう。あまあ、週4とか多い人は5来られるんで飽きないカレー。美味しいのはいろんな美味しいって好みがあっていろいろあると思うんですけど、なるべく万人に嫌われない中で美味しいじゃんって言われるようなところっていうのをこう狙ってるカレーです。あ、はいはうちがやりたいのはこういう感じです。そういうところが僕の中では結構大事なところで、価格帯にしても安かろう悪かろうはダメだと思ってるんですけど、高くてうまいとか物が良くてうまいってそれ結構当たり前にだと思ってるんで、いかになんとか手頃な価格の中で美味しく食べていただけるように。でこの場所柄的にはなおさらサラリーマンの方とか時間がないのでクイックに提供時間っていうのもすごく大事なの。お笑いとプロレスが大好きなんで、でプロレスのあれの時は見に行ったりもしてるんですけど、お笑い芸人さんのライブを見に行ってます。今度の日曜日も行きますけど、売れてる方のところにも行ったりしますけど、売れてない方とかを応援するのも好きなんですごいですね。大笑いが好きなんで。これ特注なんですよ。メーカーの方に鉄板を渡して測ってもらって、でその木を通してこっちがちょうど熱くなるようにっていう設定をしてもらってるんです。これ鉄板に触ってる木のところはだんだんとは熱くなりますけど、木自体は熱はこう直接はならない。一般的なやつだと鉄板をグリドルとかなんか火とかで熱く熱して、それを取って乗っけるんですよ、木の板に。でそれだとクイックに出ないんで、そういうところも全部少しでも早く出せるように。失礼しますね。